凌介、見てこの極楽寺。宣教と比べてどう？短観院姫を一人で、仙女にも勝ります。毎日屋敷にいても退屈でしょう。あえてこのお寺で、皆の頭上で、縁結びの仏様の前で思い切り楽しみたいの。短観院殿下じゃない？あの愚民たちが、自分たちの心から拝む仏様の頭上で私たちが楽しんでると知ったらどう思うかしら。凌介、もう用意させたわ、長い巣をね。この炉台の上、万民の頭上で、あなたにその度胸はある？早く逃げないと。誰？朝雲命だ。なぜここに？知ってるの？戦意将軍、朝雲松之助の娘で、桜庭吉野の桃園のいとこです。なるほど。あの国名子を叩いたげせんな女ね。あの尼が姫様を不快にさせたのなら、私が姫様に代わって始末しましょう。あの朝雲命の口を封じろ。は。父上から武術を習っておけばよかった。そうすればこんな山奥で死なずに済んだのに。聖がどこにいるの？金永隊だ。短観院殿下よ。行くぞ。病弱じゃなかったの？今はそれどころじゃない。怪我してるじゃない。もうすぐ雨が降るわ。聖か。早く行きましょう。どうしよう。死なないわよね。あと数日で20歳の誕生日なのに。20歳。占い師が言ってた。俺は20歳まで生きられないって。お前のために死ぬなら、それも悪くない。演技でもないこと言わないで、私は運が強いの。あなたは死なないわ。熱があるわ。どうしよう。傷が化膿したんだろう。死なないでよ。寒い。寒い。わかった。喋れるならよかった。喋れるってことは、とりあえずは死なないわね。俺が死ねば好都合だろう。死んでしまえば。離縁の手間も、省けるんだからな。離縁のことばっかり考えて、そんなに私と離縁したいの？お前がずっと、離縁したいって言ってたんだろ。それは、ずっと私を騙してたからよ。陸村平太、義父母も、それに大勢の親戚たちも、毎日私を騙し続けて、私を馬鹿扱いしたじゃない。私の演技がうまいから、なんとかかろうじて話を合わせられたのよ。私の演技がうまくてよかった。そうじゃないと、あなたたちの芝居には付き合えない。俺が誰だか知ってるのか？おそらくあなたの身分が特殊で、表に出せないから、それでずっと私に本当のことを言わなかったんでしょ？もしかして、あなたたち、朝廷指名手は異の罪人とか大海賊じゃないの？とにかくあなたたちが私に言いたくないなら、それは間違いなく何か訳があるんでしょうね。でもあなたたち、やりすぎよ。私たちは一緒にこんなに長く生活してきたのに、それでも私に隠すなんて、あなたの口から出る言葉に真実は一つもないし、なんだかいつでも逃げ出せるように準備してるみたいじゃない。だから離縁の準備をしておいて当然でしょ。それじゃあ、ずっと離縁するって言ってたのは、俺のせいか？当たり前でしょ。嘘つきの夫をお相手にするんだから、いざという時のために準備しておくべきでしょ。なんだよ、大海賊だの、朝廷指名手は異の罪人だのって、俺が皇族縁者だって考えたことはないのか？ありえない。皇族縁者も、ろくな奴らじゃないけど、でも絶対あなたたちみたいな、怠け者のバカじゃないわ。
実は私、とも約束したの。一生名家には嫁がないって。名家の人たちはみんな、もう10みたいで。絶対に嫌よ。いた！聖が。こんな大雨なのになぜまだ帰ってこないの？数日後には、聖がの20歳の誕生日なんですよ。心配するな、ミコトは。天城城で一番しぶといからな。お父様、お母様。嫁の話をしてたら、なんだか声が聞こえたような。お父様、お母様。聖が。早く助けろ。町医者を呼べ。聖が、目が覚めたのね。気分はどう？彼女は、ご心配なく軽い風邪と驚きが重なっただけ。薬を飲めば治ります。よかったわ。聖が。気づいたみたいだ。俺たちの正体に農民じゃないと気づいてる。彼女は気にしてない。でも、私たちが若松院だと気づいたの。ああ。じゃあ、気づかれたの？さっき何の話をしてたの？あら国王のことだよ。ええ。我が国の南米で、アラ国は野心に満ちていて、何年も戦争を起こしていた。15年前、奴らは野望を捨てきれず、再び我が国を攻撃し、6つの城を連続で占領したんだ。その危機の時、我が国の大将、隋家家の小将軍の手下が、単身でアラの陣営に潜入し、彼らの全国王を暗殺した。それでアラを撤退させ、我が国のために、4年間の平和をもたらしたんだ。隋家軍師は、その小将軍の未亡人であり、その功績を立て立てしたこそ、私の父上なんだ。ああ、そうだ。そうさ。なるほど。軍師様があなたたちに目をかけるわけね。そういう因縁があったのね。でも、前に洞窟でどうしてはっきり言わなかったの？義父上は英雄でしょ？朝廷の使命では批判じゃないのに。なんで隠す必要があるの？なんでちゃんと言えないの？白河家への報復を防ぐためだ。アラ国王は死んだが、その末裔はまだ生きている。もし報復されれば、白河家の血筋が途絶えかねない。まあ、一理あるわね。あの泉の水波山ねんね。美味しかったけど、炭化院殿下が。陸村に水を汲ませた。この件は、誰にも言わないでくれ。炭化院殿下も、我々までたどり着けないはずだ。殿下の方には、私から一度は、なしをしに行こう。奥様、これが天城城で手に入るすべての材料です。みこと。いい知らせがあるの。今日、桐原様が縁談をもう仕込みに来たわ。今期派10月に決まったの。これ見て。全部良介様からの贈り物よ。本当に彼と結婚するの？何？嫉妬してるの？言っておくけど、嫉妬しても無だよ。桐原様が選んだのは私よ。あなたじゃないわ。何を嫉妬するのよ。あなたの旦那様が他の人と火遊びするのが好きなこと。実は。何よ。何その顔。実はあるんだけど。まあいいわ。運命だものね。どうしたの嫉妬で？言葉も出ない？お酒の質が本当にいいなら、ホットに話してあげてもいいわよ。披露宴でもあなたの店の酒にするって。悪いけど。うちの店はね、受けないの。3000ダルイカの小さな取引は。浅雲みこと！自分を何様だと思ってるの？いきなり3000ダルなんて、夢でも見てるんじゃない。白状だなんて言わないでよ。私だって、姉妹のよしみでわざわざ来てあげたのに、恩知らずな真似しないで。100ダル用意できるの？出てって。覚えてなさい。今に見てなさいよ。
見る必要ないわ。私、元から綺麗だもの。桜庭嬢、こちらへ。ダメね。やはり自分で、市場に行って探さないと。シュンと、あの通りに、品質のいい穀物屋があるそうよ。行ってみましょう。あれは、旦那様じゃないですか。どうしてここに？若宮様、本当にお一人で短歌陰殿下に会われるのですか？危険すぎます。大丈夫だ。お前は外で待っていろ。若宮妃には、気づかれないさ。旦那様が宮廷にはいるなんて。行くわよ。後をつけてみましょう。珍しい客ね。殿下をお尋ねしたのはお伝えしたいことがありまして。何事？近頃城を開いた浅雲家の娘は私の妻、浅雲美琴です。そう。あなたの妻はなかなかやり手ね。鷲尾号が、殿下の手のものとは知らず、彼が妻に迷惑をかけたため、父上に対処をお願いしたのです。ですが今、あの商売が、殿下のものと知った以上、商会の件は当然これまでにいたします。殿下に、類が及ばぬよう。脅すつもり？もし今日、お前をここから返さないと言ったら？さらにお約束いたします。妻が偶然、見てしまったことは決して他言いたしません。何とぞ、妻を得るまでの私の苦労に免じて、お手心を。何しろ妻のこの注文は陛下が定めたものです。もし達成できなければ、おそらく。若宮様はまだ出てこられないのか？おいっ子、ここで何をしているの？私は、私を待っていたんだ。彼が待っててくれた。なぜ宮中へ？お前さ、前にはなしただろう。うちの親父が、荒国将軍を暗殺したものの、手下だったと。覚えてるわ。そのせいで足を悪くしてね、お上が毎年、極上の、六角香をくださるんだ。陛下は本当にお優しいのね。さあお前さん、この話は終わりだ。早く帰って酒を作ろう。そうね。春と、急いで帰るわよ。はぁ、疲れた。やっと完成したわ。でも酒造りには人手が足りないわ。義父母は手際が悪いし。はぁ。いとこ様があまりにお疲れのようでしたので、需要のある鶏のスープをお作りしただけです。俺たちは。あなた。あなた。いいところに来たわね。明日から、毎朝、明け方に起きて、私と一緒に鮭を作るのよ。この鶏のスープ、美味しいわね。これからは毎晩、私にもいっぱい作ってくれない？じゃないわよ。早く戻って休んで、明日の朝は早起きして働くんだから。はい。さすがメイカね。天城宮のすぐそばじゃない。このお金持ちのご宗子、天城宮のこんな近くに住んでて金遣いも荒い。もしかして彼って、王様かしら？ありえますね。この天聖王朝で一番有名な王様は誰？もちろん、大祖の時代から爵位を継いできた、一時平家王、綿松院様です。もしかしてあの人が若宮様でしょうか？その若宮様ってどんな顔なの？確か、若松院邸からみんなお絵が送られてきたはずです。春と、ちょっと持ってきてちょうだい。絶対に彼ではないよ。絶対に。若宮に会ったことあるの？俺たちが結婚した時に、お前が言ってたじゃないか。あの若宮派病弱で、気が虚弱で、
力がないって、彼みたいに、血色が良くて元気なわけない。それもそうね。どうなったかしら。今のあの若宮、お嫁さんが見つかったのかしら。そのお嫁さん、呪われてないか心配ね。出発。どうしたの？早川様から札をもらわなかったのか？あ。早川様がこれをくれてよかったわ。生。あれ？この字、なんだか生って字に見えない？ああ、生死とかいてあるんだ。早川様の札に生死って書いてあるなんて、何をする気なの？謀反でも起こす気？どうしたの？なぜ急に止まったの？お嬢様、見てください。早川様の家がおかしいんです。何がおかしいの？場所がわからないの？お嬢様、ご自分で降りてみてください。なんでここに来ちゃったの？近いとは言っても、だからって本当に宮中に来るなんて早く出よう。この衛兵を怒らせたら首が飛ぶわよ。河の字号。長命大通り、河の字号。ここですよね。私たち、天上宮には行っちゃったわ。早川様が指定した住所って、天上宮の中だったのね。確かにそうだね。彼が開く宴席は天上宮の中なのよ。なんで少しも驚かないの？僕は体が弱いからね。はしゃげないんだよ。じゃあ教えて。あんなにお酒を注文して誰を招待するつもり？国森大将、佐伯、元成さ。なんで知ってるの？それとも、最初から何か知ってて、わざと私に隠してたの？愛しいお前さ。天上獣が知ってることだよ。菊花祭りの今日、お上が佐伯大将の歓迎会を開くって。だから今日は、天上宮で大宴会なんだ。他に理由があるかい？じゃあさ、この早川様指定した場所が宮中ってことは、一体何者なの？お前さんは、何者だと思う？もしかして、カンガン。いい推測だけど、次からはやめようね。若宮の奥方、ようこそ。私はここの宮中総監です。これからの仕事でわからないことがあれば何でも私に聞いてください。早川様は来ないの？早川様は、今日は来られません。ですから私が代わりにお二人の世話をするようにと。なるほど。今日は宮中で佐伯大将の宴があります。剣徳門から来た兵は勝手にはいらないでください。ですが、御前所を出てに紙幣、雅楽堂まで行くと小さな庭園がありまして、今は金木犀が綺麗に咲いています。奥方がよろしければ散策されてはいかがかと。本当？ねえ、行こう行こう。天上宮よ、見ないたそんだわ。あれは何？すごく綺麗。でも見た感じ、宮殿じゃないみたい。あれはね、旧石楼って言うんだ。角楼とも呼ばれてる。両側を山に囲まれ、四方に久しがあって、部屋がここの二つある。だから旧石楼なんだ。天上宮の中で、一番高い場所らしい。登れば見渡せるんだ。天上獣をね、登ってみるかい？いいの？ええ。早川様から規則に反しない限り奥方に窮屈な思いはさせるなと。早川様は義理がたいわね。行こう。ここで午後ずっと過ごせば、もしかして天聖国の偉い人たちを全員見られるんじゃない？簡易で言うなら、5本以上なら見えるはずだ。見て、貴風絵みたいよ。
違うよ。見間違いだろ。でもあれ、お父様よ。それに後ろにいるのは、お母様じゃない？なんで宮中に？見間違いに決まってる。もし本当に、俺の親なら気づかないわけないだろ。でも本当に似ちすぎてるわ。世の中には、似てる人がたくさんいるんだよ。たまに見かけるくらい、普通のことさ。夫婦揃ってそっくりなの？まあ、それも普通だろ。普通？でもお父様の顎の、そのほくろの位置まで、そっくりじゃない。普通だと言ったら普通なんだよ。そんなに目がいいなら、旧兵になればいいだろう。ああ。お父様、やっぱり、どうしてお一人なんですか？お母様は？お母様は？だから人違いだって言っただろう。父さん、どうしてここに？あ、俺、きっと今日の仕事が人手不足にならないか心配で、早めに来て待ってたんだろう。そうだ。母さんはいえ、出休んでるよ。そうだ。宮中に入ってからは、男女別でよかったよ。お父様は足が悪いのに。待って。お父様は働きに来たのに、なぜそんなに豪華な服を？あなた言ってたわよね。天聖国では一品以上のものしか将校職は着られないって、私の見間違いかしら。親父は初めての大舞台だから、失礼がないよう、とっておきの服を、着てきたのさ。ああ、そうだそうだ。お前の鮭を運ぶのを手伝うとするか。へへ。若。誰かこの鮭を全部はこび込め。はいはい、俺も手伝おう。俺も手伝う。力に恥心がある。宮中の珍しい花なんてまだ見たことないだろ。見に連れて行ってあげる。もう無理。体が弱いんじゃなかったの？お前さん、見てごらん。あれは高価ボタンだ。とても希少で、この御苑全体でもその2株しかないんだ。わあ、あれはあやめ花だ。華やかで、香りがずっと続く。匂い袋を作るのにぴったりだ。目の前にあるのはここの絵桂だ。これでお酒を作ったら、少し持ち帰ってもいいかしら。すまないわ。落ちてるのを拾うだけよ。ええ。若宮の奥方。そなたは以前軍種の宴で残り物を持ち帰り、今度は私の庭では名を拾うとは、そなたは本当に、暮らし上手だんく。早川様、ご注文のお酒はすでに。はい、ついたします。天銀兵か。陛下って天銀へ行こって。陛下、今頃は、大臣たちを、隠見しているはずでは。その話はよせ、どうせ世間ばなしばかりで、大したようではない。母上がいれば十分だ。ヨハナ、そなたらに会いに来たのだ。マギーへ、いかだったの？正真正銘のな。じゃあ、あの時は。ああ、あれはよがたまたま通りかかってな。噂を耳にしたのだ。若宮の奥方の酒がうまいとな。だから立ち寄ってみたのだ。案の定、人は美しく、酒はさらに絶品であった。お嬢様、お嬢様は、宮中で悪いものに疲れたのでは、一押しを読んで見てもらいましょう。お前さ、きっと天意の型破りさに驚いただけだ。慌てるな。私に手がある。祈祷師よりずっと聞くぞ。お前さん、知りたくないか？今回我々が一体いくら儲けたか。鮭の原料が全部で1500とだ。米が500、きびが500、香料が500。それには納薬だもの。薬剤で計44300文。人件費が1万文だ。お前さん、いくらも受かったと思う？いくらなの？1100両だ。20両あれば、普通の民は1年暮らせるし、30両あれば、天城で立派な家が買えるのよ。1100両だなんて。お嬢様、大儲けですね。大儲けしたわ。随宝氏が天城園に出されたんだ。しかも佐伯将軍の宴でだ。これで我々の酒も天城中に知れ渡ったな。お前さ。お前の服はまだまだこれからだぞ。どうしてあいつは成功するの？天城エイトまでか、野女の酒を召し上がったなんて。
今や天城中の朝雲巫女の小番は、名家の霊嬢たちをしのいでいるわ。このままじゃ、東堂官人は彼女のことが忘れられなくなっちゃうじゃない。私にいい考えがあるわ。あの女と坂店を潰す方法がね。本当？大変です。大変です。大変です。酒屋で騒ぎが。なんですって？ここの店がに瀬酒を売ってるぞ。店酒を売ったのはこの女だ。この女だ。またあなたたちなの？本当に悪縁ね。若宮の奥方、みんなに説明したらどうです？あなたのこの酒屋、どうやって開業できたのかを。どうやって開業したかって？決まってるじゃない。店を借りて開いたのよ。他にある？天聖国の立法によれば、酒の醸造と販売はすべて、戸籍役所への届け出が必要で、検査と登録を受け、許可証を受け取ってから、やっと営業できるの。何しろ、酒は口に入れるものだから、どこの馬の骨かわからない奴が、腐った野菜や果物を酒に混ぜでもしたら、命に関わるわ。そうだ。腹を壊したら誰の責任だ。死人が出たらどうする？前に買った酒はマルゾンじゃないか。返金しろ。そうだ。返金しろ。若宮の奥方最近は、大儲けして天井中で注目の的ですわね。でも残念ね、陛下に酒を献上した時は思いもしなかったでしょう。どんな日だって？どんな日が来たっていうの？立法に背き、無許可で営業し、天聖国の商業を乱すとは極めて悪質よ。陛下を欺いた罪は密により死罪よ。誰か。どうして私が無許可営業だってわかるの？たかが酒の許可証でしょ？桐原城も大げさね。天聖の勝率を無視するなんて、若宮の奥方、随分と大口を叩きますね。あら、随分と話を大きくするのね。そこまで言われると、私なんて、国を滅ぼす悪女になっちゃうわ。でも残念ね。許可証ならあるわ。ありえない。検査に、文書の審査、酒屋の手続きはすごく面倒なはずよ。戸籍役所の連中が責任をなすりつけ合って先延ばしにするはずよ。店を開いたばかりで一月で取れるわけないわ。若宮の奥方、出任せはやめて。本当に許可証があるなら、今ここで出して私たちに見せてみなさいよ。出してみろ。何言ってるんだ。酒の許可証なんて持ち歩くわけないだろう。大口の取引をする人は持ち歩くの。奇遇ね。今日に限って持ってるのよ。そんなバカな。本当に出したぞ。本当に許可証が。この前、大奥様の祝宴の時、桐原城が頼子に理由もなく罵声を浴びせた。軍師様だ天聖国の立法によれば、人を中傷し名誉を毀損した者は、杖打ち30回。懲役1年だと桐原城。その場にいたから聞いてたわよね。どういう意味よ。わからないわ。桐原城が今日ここに来て無許可営業で添乗員を欺いたといったこと。これはどうかしら。嘘の噂を流し他人を中傷する行為、それに当たるんじゃない？それは、屋敷に帰るわよ。言い返せなくて逃げるなんてつまらないわね。返品はやめる追加で3日目くれ。私にも。はいはい、皆様の分ありますよ。皆様、中へどうぞ。さあさあ、どうぞどうぞ、中へどうぞ。皆様の分ありますよ。お前さ、強すぎると折れやすいよ。永遠の敵はいない。永遠の利益があるだけだ。早くお代をもらいな。みこと、みこと、みこと、どこへ行くつもりなの？少し用事があるの。すぐに戻るわ。明日は聖賀の誕生日よ。絶対早く帰ってきてね。ねえ。聖賀が耐えられるかどうかは、今日と明日にかかってるの。本当にすぐ戻るから。誕生日は明日でしょ？焦らないで。お前さ、絶対に早く帰ってくるんだよ。そうそう。早く帰れるなら早く帰ってきてちょうだい、みこと。わかったわ。まさか今日、俺は死ぬのか。昨日の雨のせいかしら。今日は気をつけてね。行ってくるわ。みこと
お母様？少し用事があるだけです。すぐに戻ります。今日のお母様、どうしたのかしら？早く早く。今日はこの部屋にいなさい。どこにも行っちゃダメよ。巫女が戻るまではね。これでも食べてて。わかったよ。お兄様、夕食の時間ですよ。お兄様、お兄様。若宮様、目を覚まして。早く急いで若宮妃を呼んでこい。巫女、たった半年でこんなに稼ぐなんて、まさか強盗でもしたのか。お金を数える快感を満たすためにこのお金を20両札に両替しておいたわ。どう？満足した？満足だ。もちろん大満足だ。この20両で服を買って、この20両でうまいものを、この40両で買おうかな。ちょっといい屋敷でも。運がいいってそんなに貧乏なの？まともな服も支給されないの？我々文外院は高貴で清雅な場だからな。金の亡者とは違う。じゃあいらないわね。いらないなら返してよ。情けないわね。もう用がないなら、俺はこれで失礼する。みこと？ギネさん大変です。早く家に帰って。昼間は元気だったのに、どうして急に病気になったの？風邪ひいたの？違うんです。ずっと部屋にいたのに。風邪なんかひく？確か。明日は旦那様の20歳の誕生日です。運が悪いですね。もう言わないで。なんで泣いてるの？死んだみたいじゃない。息子よ。絶対に持ちこたえるのよ。ちょっとお母様、ただの風邪なのに。どうしてそんな大げさな。お嬢様、今すぐ同志様を呼んでお払いしましょう。あの人たち、もしかして。私もそう思うわ。行くわよ。行っちゃダメだ。そう、お前はそばにいなさい。今日は息子の生死に関わる大事な日なの。絶対に巫女に配置日中、そばにいてもらわなきゃ。ただ熱を出しただけでしょ。大げさな。大げさじゃないわ、今日はね。シノ。一体どうしたのよ。あと数刻で、若いとこさんは20歳になるの。私の息子よ。ゴイ様が参りました。ゴイ殿。私の南はどうなったのだ？南？へえ。いい、間違えた。息子のことだ。根の国よ。ゴイ殿。息子の容体は？はぁ。ああ、息子よ。つまりですね。息子よ。息子よ。彼は病気ではなく、ただの見すぎて、気絶しただけです。息子よ。息子よ。気分はどう？どこか痛いところはない？さっき新酒を味見して、うっかり酔いが回って、それで。息子よ。今日は、お前の20歳の誕生日よ。息子が乗り越えたわ。うちのせいが助かったのよ。助かったな。
一体何がどうなってるの？春と酔いざましの汁を作ってきて。はい。ああ、雪が降ってきた。お嬢様、雪ですよ。お嬢様、雪が降ってます。聖がや、ねえ、お前はもう乗り越えたんだし、ニコトにはまだ隠しておく必要があるの？もう少し隠しておきましょう。何しろ彼女は言っていたんです。メイモンには絶対に嫁がないと。しかし、壁に耳あり、障子に目ありというは、もし巫女が知ったら私たちを恨むかしら。夫人、若い者のことは、本人たちに任せよう。彼女を天下一の女豪商にすれば、彼女にとっても、もはやメイモンではないでしょう。同時に打はできる、短歌院殿下の商業独占を。陽介は毎晩家に帰らないけれど、家のお嫁さんは怒らないの？彼女は殿下の半分も重要ではありません。明日は湖の船遊びに付き合ってちょうだい。はい。桐原美咲はどうしてまだ来ないの？桐原家の人間は本当に誰一人として私を眼中に置いていないわ。桐原良介が私にこんなに冷たいのは外に泥棒猫がいるからよ。どうしてここに？しょっちゅう家を開けるから、どこかの泥棒猫にたぶらかされたのかと思ったわ。見てみれば、こんな程度の女なのね。お前。何様のつもりだ。桐原家の敷居をまたげただけでも、十分顔を立ててやったというのに、落ちぶれ大への卑しい女が本気で自分のことを桐原家の若奥様だとでも。この浮気者め。やれ。どこの馬の骨とも知れん。この卑しい女を死ぬまで痛めつけろ。叩け。やれ。私は桐原家の嫁よ。こんなひどいことしないで。桐原様の命です。嫉妬部隠れに知らずなため、三日三晩の星座を命じられました。こんなひどいことしないで。出してよ。おかしいわ。今まで見たことないわ。あんな面白い人。よし。お嬢様、大変です。桜庭嬢が桐原様の浮気を見つけて、なぜか殴られ、役所に訴え出ました。なんだって？お父様、急に呼び戻して何事ですか？まだ用事があるのに。巫女殿、桜庭吉野のこと、もう知っておろう。それで朝雲家に何の用ですか？あの女は、寛解殿下だ。だからって、私に何の用です？若宮の奥方、驚いておらんな。桜庭が湖畔で大騒ぎしたせいで、殿下を怒らせたのだ。この件は、桐原家物がれられぬが、朝雲家も同じだぞ。桜庭は桜庭家のもの。ここは朝雲邸です。来る場所を間違えてますよ。天下の目にはどちらも同じことだ。それに彼女に朝雲家との縁がなければ、決して家には入れなかった。桐原氏、私に何を、はっきりおっしゃって。簡単なことだ。若宮の奥方に、殿下に会っていただきたい。何ですって？殿下に？行きません。この件の鍵は殿下の態度にある。だから、誰かが言って、殿下の意向を探る必要があるのだ。殿下が怒れば、桐原家は逃れられぬ。だが構わん。我が家が逃れられぬなら、そなたの家も同じことだ。その時は運命を共にして、一緒に焼け死ぬまでだ。あの世への道連れも悪くない。いいでしょ。私が行きます。桐原正信のことだから、殿下の怒りの矛先をすべて朝雲家に向ける気だわ。それならいっそ、自ら主導権を握った方がいいわね。殿下は酒屋の件でもともと恨みを持っておられる。そこへ殿下は、朝雲家と桜庭家が手を組んだと思い込み、彼女に怒りをぶつけるだろう。生きて帰れるかどうかは、運次第だな。朝雲巫女と、短歌院殿下にご挨拶申し上げます。若宮の奥方、
最近の商いはどうかしら。すべては単価院殿下のお力添えのおかげで順調ですわ。若宮の奥方は謙虚ね。天銀へ以下でさえ目をかけられる商いでしょ。順調どころではないはずよ。実は、私としては、ただのまぐれかと。まぐれ？本当に何も知らないの？本当に知らないのね。何を？若宮の奥方、恥実に面白いわ。私の愚かな弟や、皆が褒めるのも無理はないわね。この私でさえ、思わず手元に置きたくなるほどよ。何か含みがあるわね。なぜ桜庭吉野の件に一切触れないの？若宮の奥方は、午前中直へ。はい。桐原家の者もいたの？はい。あやつらは何を話した？もし一言でもうそうつけば、その舌を引き抜いて、若宮に送りつけるわよ。桐原牛です。彼に言われてきました。私をよこしたのは殿下のご機嫌を伺い、対策を練るためでしょう。でも私に言わせれば彼の考えは、浅はかです。なぜ浅はかなの？殿下がお怒りでなければ何事もないのと同じで、無駄足を踏むだけですし、もしお怒りであれば私の命はここで終わるでしょうから、結局何の役にも立ちません。ではわかる？桐原正信がなぜお前をよこしたのか。本当にわかりません。桐原牛がなぜ私をよこしたのか。若宮の奥方は正直者ね。今日私がお前を呼んだのは、面白い見せ物を見せるためよ。あら、その顔はどうしたの？言ったはずよ。顔に傷をつけるなと、よく見せて、痛む？平気です。ご心配に感謝します。陽介、今日、若宮の奥方が言っていたわ。午前の出来事で私が怒っているとね。考えてみたのだけれど、確かに怒っているわ。どうすれば私の怒りが収まると思う？まだお気が済まないのなら、さらに杖打ちに10回を、私は平気です。殿下のお心が晴れるなら。陽介、私もわかっているわ。今日のことはすべてお前の家のあの愚かな女が起こしたこと。お前には関係ないわ。私は筋を通す女よ。罪のない者は巻き込まないわ。お気遣いに感謝いたします。下がりなさい。一体何の芝居なの？イチャついてるのを見せつけてるの？若宮の奥方、いとこ同士だもの。見送ってあげなさい。御事は、お前は一緒に朝雲邸に行ったのでは、なぜ帰ってこない？お嬢様、単海亭へかれました。なんだと？私、大丈夫。桜庭吉野が死んだわ。君のせいじゃない。ゆっくり休んで、何も考えなくていい。私、怖いの。わかった。そばにいるよ。桜庭吉野が死に、物狂いで手に入れた玉残しが、結局は、彼女の命取りになるなんて。桐原家は、単価院殿下のおかげで成り上がった。その桜庭吉野が大勢の前で殿下の顔に泥を塗ったんだ。殿下の性格からして、黙っているはずがない。朝雲家は巻き込まれないかしら。お前さんは心配しなくていい。まずはゆっくり休んで、明日目が覚めれば、何もかも終わっている。ええ。桐原家を始末した後は、単価院殿下も朝雲家を見逃さないだろう。私の身分も、もう隠しきれないかもしれない。酒屋を始めてよかったわ。今年はようやく豊かなお正月を迎えられる。姑には上等な絹織物を買って義父は腰が悪いから。お嬢様。大変です。外に役人が大勢来て、戸籍役所と財務庁だと、お嬢様を捕らえると。戸籍役所？お尋ねします。私どもネス店が脱税をし、粗悪品を売り帳簿をごまかしたという証拠はおありですか？確たる証拠を伴う国は継がなければ、我々も突然来たりはしない。
お二人には戸籍役所へご同行願おう。どうやら誰かが私の正体を知り、酒屋を利用して若松院邸を狙っているな。うちの酒屋の酒は、どれも極上の材料を使っています。それに毎回の入金伝票もすべて証拠があります。脱税など、なおさらありえません。なぜなら、すべての帳簿は、私が自ら。先ほど告発があったとのことですが、どなたが告発を？何の報復でもする気か？私がいる限り民を食い物にして、虐げるなど絶対に許さん。誤解です。粗悪品を売ったと。どなたか、お腹を壊したとでも？もしそうなら、町医者を呼び治療を受けさせてください。手遅れになりませんよ。白々しい芝居はやめろ。私が店主です。私一人ではダメですか？妻は、か弱い女ですから。天城中誰もが知っておる。名高い浅雲酒店の主よな。今更店主じゃないと言っても手遅れだ。捕らえろ。何をするの？この小さな店がいつも軍師と天城院陛下の名を語るから、きっとそれで宮中の知人を怒らせたのだ。適当な理由で投獄すればいい。お前さん、すまない。ああ。辛い思いをさせたな。まさか短歌院殿下がこんなに早く動くとは。でも安心してくれ。俺たちはすぐに出られるはずだ。本当に出られるの？ああ。役所、自分の家だとでも、いつでも出られると思うなよ。役所って、こんなに手厚いの？当然だよ。審問するのにまず被告を凍えさせられない。だからが伊藤と綿木は差し入れできるんだ。何者だ？下がれ。何者だ？村にはいるか？私だ。ジオ殿。この二人を審問する。ジオ殿、なぜ夜中に急な審問を人もで引き連れて、何のつもりだ？戸籍役所を囲む気か？明日の調味で、太閤院様に弾劾してやる。好きにしろ。お前がしなくても私が弾劾してやる。私の何を弾劾する？告発を受けながら警部に犯人を渡さず、戸籍役所に留め置くとは不正を働き、死刑を加える気だろう。貴様、ジオ殿。今日の世抜きは知らんが、忠告しておく。この件に口出しするな。ことは重大だ。決して我々の手に負えるものではない。四戸籍長官、私も忠告しよう。小賢しい真似はよせ。自分だけが知っていると思い込み、他人を馬鹿にするな。今日この二人は必ず連れて行く。貴様！私たち誰の恨みを買ったの？どうしてあの方たちまで刑事長官と戸籍長官だよ。お前さん、安心して。大丈夫だから。四戸籍長官、今日の午後、私と妻が投獄されてから、すでに3審が過ぎました。戸籍役所の方々は、審問もせず話も聞かず、ただ我々夫婦を牢に閉じ込めたままです。一体どういうことでしょうか？どういう意味だ？審問しろだと？お前が口を挟む立場か？このゲスネが。警部の礼拝を持っていけ。原告と証人を呼んでこい。禁営隊も止めはしない。貴様。ジョ殿。原告が誰か分かっているのか？知らなければ、警部の礼拝を持たせて呼びに行かせるものか。中戸籍長か。考えてもみろ。あのお方に自ら告発させるようなものが、ただの証人なわけがなかろう。まさかこの小証人本物の大物なのか？女刑事長官が逆らってまで告発者を怒らせるほどの。主命衆は K さんだかいい男だが、少し脅されただけで、あっさり釈放したか。若松院邸は、行部少書、あの古狐に釈放させたのです。主命衆は、就任したばかりゆえ。構わぬわ。お楽しみはこれからよ。私から商売を奪う気なら、そう王の代償を払ってもらうわ。今回の件で、我々の身分も隠して押せないだろう。ええ。御事に打ち明けましょう。自分で気づかれるよりいいわ。ああ。俺は今すぐ三大師、お上には癒越して、御事を若宮姫と陛下に願い出るよ。ええ。
お嬢様、今日は大晦日ですよ。お好きな栗菓子ちゃんと買っておきましたからね。お歳暮を配り終えたら、白川家に戻りましょう。お母様が言ってましたよ。新作の料理を用意したって。確か、松風魚の甘酢揚げです。お嬢様に触れ回そうですよ。金を返せ！外の音は何？見てきましょう。金を返せ！朝雲酒天下に瀬酒を売ったと天城中で噂になっている。俺は前に半月も並んでやっとかったんだ。それがに瀬酒だったと今更言うつもりか。今日という今日は金次を落とし前をつけてもらうぞ。このままじゃ済まさねえからな。その通りだ。許さねえぞ。悪徳商人め。金を返せ地獄へ落ちろ。金を払わせろ。金を返せ！やたらめ言わないで。朝雲家の酒が問題あるはずないわ。弁償してあげて。お嬢様。あなたたちがいつ買ったものでも、どれだけ買ったとしても、この酒瓶に朝雲支店の毒性は名の印があれば弁償します。朝雲みいこと、調子のいいこと言ってんじゃねえ。どうせ俺たちを適当にあしらって、そのまま逃げる気だろ。てめえの家登る酒瓶なんて、誰が飲み終わって取っておくか。とっくに割ってには鳥小屋に敷いてるわ。じゃあどうしたいの？一人銀に10両だ。強盗も同然じゃない。お嬢様、払っちゃダメです。どう見ても、朝雲支店の客じゃないわ。なのに、これほど人を集め、私が白川家でなく朝雲家にいると事前に知っていた。目的は金ではなく命を狙っているのね。これは、もしかして義父上の過去にあったかつての仇。安田国王が私たちを殺そうと？弁償はするわ。でも、私のお金は、すべてと次先の白川家にあるの。2時間ほど取りに帰らせて。逃げる気か。俺を馬鹿にするな。やめろ。私の娘に指一本でも触れてみろ。ふん。今日の娘の借りは、娘がこれまでいくら約束したか知らんが、私がすべて代わりに払ってやる。白川家が払えぬなら、我が朝雲家が払おう。朝雲家でも足りぬなら、この屋敷を担保にしてもいい。私はお上より直々に封じられた資本戦衣装軍だ。不満があるなら、軍務徴兵家、代理長でも、監察院でもいい。陛下のお膝元のこの明るい世だ。この天井には道理の通じる場所がある。ぺ。払うもんか。返すもんか。なんで私の金を出さなきゃいけないの？前から言ってたんだ。女が外大で歩くもんじゃないって。商売の真似事なんかして酒屋なんて開くから。戸籍役所に捕まったんだろ？偽酒を売り裏帳簿を作り、詐欺を働いて、まったく我々、朝雲本家の顔に泥を塗って。母上。松之助、あの子が、今回起こした厄介事は、私たちの手に負えるものじゃないよ。母さんの言うことを聞き、今回は絶対に関わっちゃいけない。そうすればこの件は、朝雲家の責任にはならない。嫁いだ娘は腹水盆に帰らずだ。何かあるなら、白川家にいいな。朝雲家には来るな。お前たちにやる金はないよ。おばあ様。若松院ってへと告げと言ったのに、お前は嫌がって主席を婿にすると言い張って、今になってこんな大厄介を起こすなんて、私がお前なら首でもつって死んでるよ。よくもまあ実家に戻ってきて助けを求められるね。金を返せ！騒がないで！皆さんに借りたお金は私が自分で返します。こっちに払えと言われても助けるつもりはないよ。若松院邸へ嫁げと言ったのに、お前が嫌がったからこんな目に遭うんだ。年長者を敬わないから一生不幸でいるのがお似合いさ。無礼な女め！若宮火を苦労するとは！誰か、この者を引け！上智に銃だ！誰か！若宮妃！安老宦官殿？これは。若宮秘伝か。本日私が参ったのは天上院陛下の勅命のためです。ただ通りに出たところで、一人の老婆が気が触れたように暴言を吐いておりまして、万が一にも朝雲将軍や奥様に気概が及んではと思い始末を、朝雲将軍おせっかいだったでしょうか。とんでもない。
戦意将軍の娘、浅雲美子と直視を受けよ。私が？新、浅雲松之助。浅雲美子と、拝聴いたします。御神万歳万歳万々歳万歳万歳万々歳。天意のもと、美琴のりを下す、戦意将軍、浅雲松之助の娘、美琴特に溢れ、謙虚にして美しさと聡明さを兼ね備え、礼儀正しく、孝行を尽くし、定粛にしてて本となるものなり、良き伴侶となるにふさわしく、特別に若宮、聖雅の若宮妃として賜る。役人に命じ、吉日を選び、婚礼の儀を執り行え、以上。安老宦官との死婚なんて何かの間違いでは？私にはすでに夫がおります。私にはもう嫁ぎ先が。浅雲城、ご縁というものは、誰にも止められませんよ。浅雲将軍、早急にお支度を整え、若宮日のこし入れの準備をなさいませ。安老宦官、私って人間は普段から無学無能で、怠け者でガサツだし、その上空気も読めません。そんな後期で、格式高いところなんて、私には不釣り合いかと。だからどうか。浅雲城、まさか直命に背くおつもりで？いえ、違います。私はただ。さて、冗談はここまでにして、本当のところをお話ししましょう。若宮妃、ご安心なさいませ。この天下において、あなた以外によりふさわしい者はおりません。若宮妃の座には、天城院陛下と、太閤院様の直命である、戦意将軍、浅雲松之助の娘、浅雲美琴を若宮妃に奉ずる若宮妃を中傷し、その名誉を傷つける者は即刻斬首に処す。よく聞こえたか？はい。今後、浅雲家に歯向かう者は若松院邸に歯向かうも同然、天城家への反逆とみなす。信じられぬという者がいれば、前に出て試してみよ滅相もございません。う。ならば、とっとと失せろ。早く逃げろ。浅雲の娘よ。聞きたいことは遠慮なく聞きなさい。表面だけで判断してはいけないこともある。自分の心に従うのじゃ。浅雲将軍、母上が末打ちに10回を受けたばかりじゃ、見に行かなくてよいのか？行きます。もちろん見に行きますとも。どうしてここに？俺は、彼女は俺を詐欺師だと思って、もう二度と会ってくれないかな。あなたがあの若宮様なの？他に誰だと思う？大海賊とか？朝廷使命手配と家敵国のスパイとか。まあ、でもよかったわ。ただの不運な若宮様なら、そこまで悪くないわね。この酒店の件は単価印伝加賀しはしようとしたんだ。天城全土の商業を天城院陛下に対抗する資金を得るためにな。でももう解決した。すまない、お前さん。朝廷の争いに巻き込んで。つまり、私を利用したのね。俺は、わざと隠したわけじゃない。みこと、ほら、通りには人が多い。もしお前さんが怒って、大通りで俺を叩いても思い切り叩けないだろう。まずは家に帰ろう。詳しく説明するから。そうね。ずっと忙しかったし、今日は大晦日だ。パート盛大に、お祝いしようよ。そうね。いつもとは違うし、あなたはもう、立派な若宮様よ。岐阜防衛は、戻られないの？あの二人はね、天城の宮に残って、お上と太閤院様んだ、と年越しをするんだ。そっか。話があるなら言ってよ。聞いてるから。俺のこと知ってるだろう。俺は天城で有名な、嫁の子な岩神屋だよ。子供の頃から病弱でね、ある時有暦の同志が、天城に来たんだ。そして予言を残していった。
20歳までに結婚しないと、非業の死を遂げる。天寿を全うできないと。それは知ってるわよ。母上様は、街中の年頃の娘の8時を集めた。そして君を見つけたんだ。でも俺は反対した。どうして反対したの？どういうこと？思い人でもいたとか？俺は考えたんだ。もし俺が本当にその孤独な運命なら、俺は巻き込みたくなかった。罪のない女性を。だから、母上様と人生最大の喧嘩をしたんだ。でも、それでも説得できなかったんだ。その後、家出をしたんだ。じゃあ、どうして私の家に来たの？偶然ってあるもんだね。俺が家出をしたその日、ちょうど春の賭けの合格発表で。それなら、後になってからでも本当のことを言えたはずでしょ？どうして黙ってたの？それは、だって、君が綺麗すぎたから。もう。みこと、俺、本当に君を愛してるんだ。騙すつもりじゃなかったんだ。ただ、メイカに嫁ぎたくないって言うから、嘘をついてしまったんだ。嫌われるのが怖くて、だから俺は、ただの農民だなんて。許してくれないか？絶対嫌。あなたって。おう5000万両と銀1000万両、それに別邸を実験あげる。それなら、考えてあげる。さらに店を実験開くよ。将来は酒だけでなく、宝石や穀物、薬草も売れる。そこまで言うなら、仕方ないとら。許してあげるわ。皆様の、ワンジ順調、商売繁盛、対岸成就。飛躍を願って、新年おめでとうございます！